ハローです。はい、ということでですね、今日はですね、私が最近発見した、ハーフタンギングの練習の重要性みたいなことについてね、ちょっとね、シェア発表しようと思います。今までちょっとなんかハーフタンギングの動画は過去に何回か出してるんですけど、これ何で出したかっていうと、なんか結構ハーフタンギングの動画作ってって言われたから、ちょっと作ったっていう、なんか結構そういう感じなんですよ。でも自分自身も練習したし、確かに説明っていうかそういうのできるかなと思ったから、ちょっと喋ってみたんですけど、だからそうは言っても、ハーフタンギングっていつ使うんやろうなって結構思ったんですよ。思いながら説明してたんですよね。で、多分動画の中でもいつ使うかわからへんとかなんか言ってると思うんですけど、ちょっとね、それがね、いつ使うのかっていうのがちょっと分かったんですよ。でちょっとね、これでね、そのことについてね、ちょっとね、ただただ喋っていくだけなんですけど、で、いつ使うのかっていう結論を言うと、いつ使うじゃないんですよね。ハーフタンギングって、ちょっと前の動画も全部見てほしいんですけど、音の処理がないんですよね。ハーフタンギングのやり方の中で言ってると思うんですけど、息って出しっぱなしなんですよ。で、そこに舌がリードにこう触れることで、こうパーパーパーって音切れるようになってるんですけど、わかります？で、このハーフって言ってるから真ん中っていうか、そうじゃないですか。で、完全に音は切れてないですよね。ダーダーって。それでその切れてない部分、つまりこの時っていうのはリードに舌当てながら音鳴ってるんですけど、これね、いつ使うんって話だったんですけど、私の大好きなメイシオ・パーカー先生はね、よくこのね、なんか、ハーフタンギングでね、こう、バチバチバチっていうやってる。それもすごいいけてるんですけど、そういう時にも使えるんですけど、気づいちゃったのが、やっぱりね、ジャズのアーティキュレーションを出す時にやっぱり必要なんですよね。で、何が必要かっていうと、これってハーフタンギングやろうと思ったら、例えば同じ音、ダー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 って出すときに、息ぐーっと入れっぱなしなんですよね。で、なかなかジャズの歌い方にならない。どういう感じで吹いたらジャズっぽくなるのかみたいなっていう方とかいたりすると思うんですけど、それで多分ね、一個一個の音をきれいにこう終わってると思うんですよね。なんかわかります？こう息ずーっとぐーって入れたまま舌パンパンパンって当ててるだけなんですよ。でもジャズっぽくない？いや、なんかね、それクラシックっぽいって言ったらなんかクラシックが良くないみたいな雰囲気になってしまって、なんかそれはそれでちょっと違うかなって思うんですけど、ジャズじゃないパターンのその吹き方って多分、なんかこういう感じでポン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 ってある意味音の終わり方が綺麗なんですけど、これ多分ねあまりジャズっぽくないんですよね。ここがね多分ねこういうなんていうのかな、ダー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 なんかこのこうやって吹けるかどうかみたいなのが結構ジャズのアーティキュレーションにこうなんていうかな影響するんじゃないかなって思うんですよね。例えばこれ音終わるときにタンギングバチって当ててるんですよ。音終わるときにねバチって当ててるの分かります？ね、あーって終わってるじゃないですか。これって音の出だしだけじゃなくて終わりの部分も大事にしてるっていう部分もあるし、この終わ
時に舌バーって当てるって結構ねこれクラシックではしないと思うんですよね。こうやってね綺麗に終わっちゃうんですよね。パン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 みたいな感じで。でこの音の最後に舌をこうバッて当てて終わるみたいな方法って結局ハーフタンギングの練習をなんかしてるかどうかっていうのってまあまあ影響すると思うんですよね。で私もうめちゃくちゃ無意識にこうやってたといえばやってたんですけど、でももちろん私はその吹奏楽からサックスを始めていますから、このなんていうの過渡期みたいな時があるわけじゃないですか。これぐーっと思い返してみたらやっぱりハーフタンギングをこう取得できる、なんか取得してからこういうなんかジャズっぽく歌えるなんかアーティキュレーションみたいなのができたんじゃないのかなってちょっと思ったんで、ちょっとねなんかちょっと今日はそんなこれもうそんだけの動画なんですけど、まあねジャズのアーティキュレーションになかなかならないなっていう方は一回ちょっとねハーフタンギングの練習をしてみて、でハーフタンギングをどんな場面で使うかっていうことなんじゃなくって、ハーフタンギングの技を取得することでジャズのアーティキュレーションのこの基礎的な部分が出来上がるみたいな、なんかそういうイメージを持ってちょっとハーフタンギングを練習するといいんかなって、ちょっと思ったそんな小話の動画でございました。ちょっとねよかったらね以前のハーフタンギングのね動画とかもちょっと見ていただければなって思いますね。今日はねそのハーフタンギングがいかになんかハーフタンギング練習をすることでどういうメリットがあるかみたいなしかもそれほんまかどうかちょっとこれ結構あやふややからあれなんですけどやり方みたいなのは一応ねそこはちょっと自信持ってね説明できるんで、前の動画をねちょっと見ていただければ初々しい感じもあるんですけどね、そういったね、私の成長も確認できるということでね、ちょっと見ていただければなと思います。どうもお聞きいただきましてありがとうございました。またこういったね小話の動画ちょっとやってみようかなと思います。はい、ありがとうございました。しずチャンネルでございました。ありがとうございました。